空が青いなはい、おはようございます。今日は5月23日土曜日でございます。いやー寒いですね。今朝、うちのフツラボ14度でした。はい。いやーおかげさまでドカジャン来ていますけども、いやー寒いですね。なんか急に寒くなったようなイメージでございます。はい。ということでね、ただし今日は20度ぐらいまで上がるのかな。はい。だんだん気温は上昇してくるでしょうけど、で雨は止みましたんでね。はい。ということで、今日はこれからですね、今朝なんですけど8時半にですね、また金谷の方に行きまして、またイノシシの穴を掘って埋め戻してくれっていうのと、あと木を1本切ってほしいのと、あとなんか排水管がですね、外れちゃってるんで、それを接着し直してほしいと、そういう仕事が入ってますんで、これからね、ちょっと行ってきたいと思いますんで、今日はね、毎朝のモーニングルーティーンはできませんが、このまま今すぐ行ってきたいと思います。ということで、どうぞ本日もよろしくお願いします。ゲッツ。じゃあね、まずね、このあそこに見える排水管がね外れてるらしいんで、これでね付け直します。するとここの道に出てる木を、枝から落としてほしいというのと、あと奥のね畑がまたイノシシで掘られてるんで埋め戻してほしいのと、あとね上の母屋の排水管に土が溜まっちゃってオーバーフローしてるらしいんで、屋根登って泥を撤去してほしいということの仕事のご依頼です。やっていきます。はい、じゃあね、まずねこの排水管がね、もう外れちゃって、今こうやってやってもね足んないわけですよ、ちょっとね。ですので、こっち切るかな。ちょっとこれを直したいと思います。こうしてこうしてこの辺でいける？こうして眼鏡かけてたかな。あ、そしたらね、次こちら裏庭の方のね、はい、これでね、イノシシが掘ったところ、ここをね埋めていきたいと思います。はい、これね雨どいの中に落ち葉が詰まってオーバーフローしたらしいんで取りました。あっちもこっちもよいしょ。なんか動物がいた。
ドローン。はい、ということでね、午後から、フッツラボの方に戻ってまいりましたということで、午前中はね金谷の方で、またねイノシシが掘った穴を埋め戻したり、ネットを張ったり、木の枝を切ったり、あと雨どい、屋根のね雨どいの落ち葉を掃除したり、いろいろやってまいりました。はい、ということで、今日はね午後からまた、農業×AI ラズベリーパイ×ノードレッドということで、はい、ちょっとプログラムの方ね、昨日のね、夜溶液ポンプを動かすための、LINE からのね制御、LINE からオンしたりオフしたり、あと状態確認したりね、までは昨日の夜できましたんで、はい、で今日は、温度計ですね、午後の温度計を、取得して、温度データを取得してで、CSV データで保存すると、そういうようなね、形に今日もやっていきたいと思います。ということで今日もね、雨は止んだんですけど、ずっと曇りということで、はい、やっていきたいと思います。ということでよろしくお願いします。人月。はい、それではね、昨日まで、このね手動でポンプオンポンプオフをね、やって、このようにオンにするとでオフにすると止まるとやってたんですが、昨日の夜ね、LINE 上でポンプオンってやるとですね、このように、なりまして、ポンプオフってやると止まると。であとポンプ状態ってやると、現在のポンプの状態はオフですと。そこまでできました。はい、それじゃあね、今度、温度センサーのデータを取得して、まずダッシュボードに、表示させるプログラムを作りました。で、こちらがねダッシュボードで、ちゃんとね外気温、入り口付近、水温、培養液、ハウス中央ということで、これを今適当に入れてるんですけども、こちらのね、この温度計ね、全部同じところにあるんで、ほとんど同じ値なんですが、まず、スマホでねダッシュボードで、常に確認できると。で今気温はねちょっと5分おきに、温度を測りに行ってるんで、5分経ったらこう出てくるグラフはね出てくると思います。ということで次は、LINE ですね。 LINE で温度ってやると出てくるかどうかをやってみます。はい、このようにね、動かない時にですね、チャット GPT の方から、こういう風に直してっていう指示文をね、プロンプトを入れるとですね、こうやってコードレッドがですね、自動的に、書き換えてくれます。こうやってね考えて、今のフローがどうのこうのなので、修正いたしますということでコードをね、自分でねこうやって書き換えてくれてます。この辺がね AI のすごいいいところでございまして、で次の確認お願いします。クライアントに返信が届いてますか？届いてなければ教えてください。こち
証言し届いていない。届いていませんね。はい、ということでね、プログラムやってきまして、今日はね、温度データの取得ということで、一応ね、個々の温度データは取得できました。で、このダッシュボードにね、温度の、グラフですね、チャートを表示させることもできました。で、LINE でね、温度ということで送ると、LINE 上に温度データが返ってくる予定なんですが、そこがちょっとうまくいきません。ということでね、ちょっと今日はね、時間になりましたんで、この辺で終わりにさせていただきたいと思います。ということで、次回ちょっとね、また、LINE で返信が温度データがね、入ってくるようにするのと、あとですね、温度データを CSV データ、データ表としてね、保存することもできました。それがね、こちらなんですけどね、こちら、ログファイルっていうところに、何月何日何時で、外気温が何度、入り口が何度、水温何度っていうことでね、保存することもできました。はい、ということで LINE がね、ちょっとうまくつながりないみたいですので、今日はちょっとこれで終わりとなります。はい、ということで、あとね、まだね、ポンプの、溶液ポンプの、オンオフはできたんですけど、それをね、何月何日にオンにした、何月何日にオフしたっていうね、CSV データでのログ保存がまだ残ってまして、さらにですね、何月何日の何時から、何分間、溶液を、水やりをすると、そういうデータ管理ですね、その辺もまだやってないので、次回やりたいと思います。ということで、はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、なかなかうまくいきません。はい、ただね、ちょっとね、気づいちゃいました。はい、うまくいかなければいかないほど、経験値、知識がですね、増えると、一発でうまくいっちゃうとですね、ほとんど記憶に残ってないんで、次回やった時にですね、どうやってやったかよく分かんないんですよね。ただ、うまくいかなければいかないほど、そういえばこういうことやったなとか、何回もこういうことやったなとか、記憶に残ってますんでね、やっぱり失敗の経験値っていうのも、成功の経験値よりかなり重要なんじゃないかなと、そういうふうに感じました。やってる時はね、もうマジかよ、またかよ、もう全然動かねえじゃねえかよみたいな感じでね、何回もやってますが、これ失敗の経験値っていうのはね、非常に、重要なのかなと、そういうふうに思います。ということで、にゃにまたニヤニヤ言ってんのこの子がね、本当にね。ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。人月にゃおはおいでやす